You can enjoy this video in high quality. Yan K. 皆さん、こんにちは。ジャパントラベラーの摩天楼です。今回は、岡山市北区、金山寺865-1にある、招き猫美術館を巡る旅をお届けいたします。この動画は視聴者の皆さんが、実際に旅をしているような仮想体験する番組です。どうぞお楽しみください。招き猫美術館。招き猫美術館は、岡山県岡山市、北区金山寺に位置し、市街地から少し離れた、自然豊かな山あいにあり、周囲には、田畑や里山の風景が広がる、大変静かな場所にあります。この美術館は、歴史ある金山寺の近くに建てられており、観光地として賑わう場所というよりも、日本の原風景を感じられる、落ち着いた地域に溶け込むように佇んでいます。そのため、訪れる人は、日常の喧騒を離れ、ゆったりとした気持ちで、招き猫の世界を楽しむことができます。ラッキーキャッツハウス。別館ラッキーキャッツハウスは、招き猫美術館に併設された体験型施設で、来館者が招き猫の絵付け体験を通して、日本の演技文化に触れることができる特別な空間です。外観は周囲の自然や美術館全体の雰囲気と調和する素朴で温かみのある佇まいが特徴です。派手さを抑えた落ち着いた色合いと親しみやすい建物のサイズ感により、初めて訪れる人でも気負うことなく足を運ぶことができます。建物の外からでも、ここが体験の場であることが伝わるような柔らかく開かれた印象があり、美術館の展示空間とはまた異なる、人を迎え入れる優しい空気が感じられます。まるで小さな工房やアトリエのような佇まいは、これから始まる絵付け体験への期待を自然と高めてくれます。別館ラッキーキャッツハウスの内部には、招き猫美術館の思いを伝えるように、招き猫を題材とした絵本がさりげなく置かれています。これらの絵本は、招き猫の由来や意味を難しく説明するものではなく、物語や優しい絵を通して、福を願う気持ちや、人を思う心を伝える内容が中心です。子供にも大人にも親しみやすく、絵付け体験の合間や、制作前のひとときに、自然と手に取りたくなる存在となっています。招き猫、絵付け体験。室内には作業用のテーブルが配置され、白無地の招き猫や、絵付けに使う道具が、整えられています。訪れる人は席につき、招き猫を前にして、色を選び、表情や模様を考えながら、自分だけの一体を、ゆっくりと作り上げていきます。館内は静かで、落ち着いた空気に包まれており、筆を動かす音や、時折交わされる小さな会話が心地よく響きます。その時間は、ものづくりを楽しむだけでなく、自分の願いや日々の感謝に向き合う、穏やかなひとときでもあります。また、子供から大人まで参加しやすいよう、体験しやすい動線や配置が考えられており、家族連れや外国人観光客にも配慮された空間となっています。完成した招き猫を手に取った瞬間には、鑑賞では得られない、自分で生み出した服への特別な愛着が生まれます。
招き猫美術館。招き猫美術館は、全国でも珍しい招き猫を専門に扱った美術館です。自然豊かな里山に囲まれた静かな場所に立ち、昔ながらの日本家屋を生かした趣のある佇まいが特徴です。建物の周囲に広がる庭は、山里の景観をそのまま生かした素朴な日本庭園です。整えすぎない草木や自然石の配置が四季の移ろいをそのまま映し出し、春は新緑、夏は深い緑蔭、秋は柔らかな色づき、冬は静寂に包まれた風景を楽しむことができます。庭のあちこちには、さりげなく招き猫の置物が配されており、訪れる人をそっと見守るような存在感を放っています。人工的な演出を控えた、この空間は、福を招くという思想が、自然や暮らしと共にあったことを静かに伝えています。招き猫美術館の建物と庭は、展示を見るための背景ではなく、招き猫文化そのものを体感するための重要な舞台です。静かな山里の空気の中で、建物の佇まいと庭の景色を味わいながら歩くことで、日本人が大切にしてきた縁起と暮らしの美意識を五感で感じることができます。招き猫美術館では、室内の展示室だけでなく、日本家屋ならではの縁側にも招き猫が並べられています。縁側は、屋内と屋外の間に設けられた、日本の暮らしにおいて、特別な意味を持つ空間です。この縁側に置かれた招き猫たちは、まるで庭を眺めながら、訪れる人や外からの福を静かに迎え入れているかのような、佇まいを見せています。ガラスケースに守られた展示とは異なり、自然光や風、季節の気配を身近に感じる環境の中で、招き猫本来の暮らしに寄り添う存在としての姿が際立ちます。招き猫美術館の1階には、来館者を優しく迎えるお土産コーナーが設けられています。展示を見終えた後に立ち寄る、この空間は、静かな美術館の雰囲気をそのまま残しながら、招き猫の魅力を身近に持ち帰ることができる場所です。店内には、大小様々な招き猫が並び、素朴で親しみやすいものから、表情や彩色に、個性のある作品まで、幅広く取り揃えられています。どの招き猫にも一体ずつ異なる表情があり、どれを選ぶか、その時間そのものが楽しみとなっています。
招き猫。招き猫とは、片手を上げた猫の姿をした日本を代表する縁起物です。商売繁盛や金運向上、人とのご縁など様々な福を招く存在として古くから人々の暮らしの中に親しまれてきました。店先や玄関、家の中に置かれ、訪れる人や幸運を迎え入れる役割を担ってきた招き猫は単なる飾り物ではなく、日常に寄り添う祈りの形とも言える存在です。招き猫の起源と歴史。招き猫の起源については諸説ありますが、一般的には江戸時代後期に広まったとされています。都市文化が発展し、商いが活発になる中で、人々は繁盛や安全を願い、その思いを託す象徴として、招き猫を置くようになりました。猫はもともと、穀物を荒らす、ネズミを取ることから重宝され、また嫁が利くことから、先を見通す力があると考えられていました。こうした猫への信頼や、親しみが、縁起物としての招き猫の誕生に、つながったと言われています。招き猫の上げた手に込められた意味。招き猫の最大の特徴である片手を上げた姿には人々の願いが象徴的に込められています。この手の仕草は、おいで、こちらへ来てくださいと人を招く日本独特の動作を表しており、幸運を呼び寄せる合図とされています。右手を上げた招き猫は、金運や財運を招く存在とされ、商売繁盛や豊かさへの願いが込められています。店先や家の中に置かれ、日々の暮らしに安定と実りをもたらす象徴として親しまれてきました。一方、左手を上げた招き猫は、人や良縁を招くとされ、来客や人とのつながり、円満な関係を願う意味を持っています。人の集まりや、賑わいをもたらす存在として、多くの商家や家庭で大切にされてきました。2階展示室。招き猫美術館。2階展示室は、招き猫という身近で愛らしい存在を芸術、文化、歴史の視点からじっくりと味わえる空間です。1階の賑やかで親しみやすい雰囲気とは異なり、2階は落ち着いた空気に包まれ、作品一体一体と静かに向き合える構成となっています。展示室には全国各地の作家による個性豊かな創作招き猫や時代背景を感じさせる作品が並びます。素材や技法も多彩で、陶器をはじめ、木、紙、金属など、作家の感性と工夫が随所に感じられます。表情やポーズ、色彩の違いから、それぞれの招き猫に込められた願いや物語を読み取る楽しみも魅力の一つです。また、2階展示室では、招き猫の歴史や意味についての解説パネルも充実しています。右手、左手を上げる違いが持つ意味、色ごとの縁起、地域による形状の差異など、普段は何気なく目にしている招き猫の奥深い世界をわかりやすく学ぶことができます。天井を見上げると現れる太い針は、長い年月を支えてきた重みと存在感を放ち、現代の建築にはない力強さを感じさせます。これらの針は装飾として設けられたものではなく、家全体を支えるために必要とされた実用の構造材であり、当時の暮らしや建築技術を今に伝える貴重な要素です。展示は定期的に入れ替えられるため、訪れるたびに新しい発見があるのも特徴です。芸術作品としての招き猫を楽しみたい方は、もちろん日本文化や縁起物に興味のある方にとっても
静かに鑑賞し、心を整えるひとときを過ごせる場所となっています。館内には、江戸時代から現代に至るまでの多種多様な招き猫が展示されており、素朴な土人形から芸術性の高い創作招き猫まで、その表情や姿は実に様々です。右手を上げた猫は金運を、左手を上げた猫は人とのご縁を招くとされ、それぞれの意味や由来についても丁寧に紹介されています。また、単なる展示にとどまらず、招き猫が日本人の暮らしや信仰、小文化とどのように結びついてきたのかを学べる点も、この美術館の大きな魅力です。地域ごとの招き猫の違いや、時代背景による造形の変化など、民族文化としての招き猫の奥深さを感じることができます。招き猫美術館は、福を招く縁起物に触れながら、日本の伝統文化と素朴な美意識をじっくり味わえる、心和む美術館です。招き猫美術館の創建と歩みについて、招き猫美術館は、1994年、日本で初めて、招き猫を専門に扱うミュージアムとして開館しました。開館当初の場所は、岡山市北区金山寺にある、天台宗金山寺の境内であり、信仰と暮らしが密接に結びついてきた場所から、その歩みをスタートさせています。当時、招き猫は広く知られた縁起物でありながら、その文化的背景や歴史、庶民の願いに寄り添ってきた存在として、体系的に紹介される場は、ほとんどありませんでした。そうした中で、招き猫を単なる装飾品や土産物ではなく、日本人の暮らしや祈りを映す民族文化として伝えたいという思いが、この美術館創設の原点となっています。1999年には、現在の地へ移転し、展示空間として、日本家屋を生かした、より招き猫の世界観にふさわしい、環境が整えられました。この年には、来館者が招き猫に願いを託すことができる、招き猫複冊が誕生し、見る美術館から、願いを込めて参加する、美術館へと、その性格が大きく広がっていきます。招き猫美術館の創建とは、単に一つの施設を作ることではなく、人々の願いを受け止め、つなぎ、未来へと手渡していく場を育てていくことそのものです。30年にわたる歩みは、招き猫が今もなお、人々の心に寄り添い続けている存在であることを、静かに物語っています。
ご視聴ありがとうございました。いかがでしたか？これからも人気の観光地やあまり知られていない場所など、実際に旅をしたような動画を配信してまいります。よろしければ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。